どうも、あずちゃんゲームズの DIY です。サイバーフォーミュラ RC 化計画、大掛開発プロジェクト始まります。前回までは、複数のトラブルで寄り道してしまいましたが、撮影機材もろもろ揃ったため、本命の作業に取り掛かります。ウプ主の元に届いた例のものについて、ついにお話しすることとなります。これは、3D スキャナーと呼ばれるものです。ウプ主は、SK 本舗のとあるクラウドファンディングに投資していたため、その返礼品として送られたものです。3D スキャナーとは、立体物を 3D データ化するために必要な機材です。とりあえず中身を確認していきましょう。オープン。こちらの 3D スキャナーは、カメラキャプチャーにて立体物をスキャンする製品です。スキャナーを固定する三脚が入っていますね。こちらは電動式のターンテーブル。被写体を回転させることで全体形状をスキャンできるようになります。スキャナーと通信ケーブルで連動する構造のため、このターンテーブルを個別に調整する必要はありません。ターンテーブルの天板ですね。スキャナーが被写体とターンテーブルを識別できるように、このような表面処理が施されています。そして、こちらがスキャンユニットの本体です。複数言語に対応したマニュアルですね。部品構成リストが同封していたため、ここで梱包内容に不備がないか確認しています。当スキャナーは PC と接続して運用します。付属品には電源と通信用ケーブルが何セットか封入されていますね。通信用と電源ラインが一つのケーブルになっている設計のようです。電源プラグユニットです。中国、EU 圏、アメリカなどの電源規格に準拠したアダプターも同封していました。安易に脱落しないよう固めのアタッチとなっているようです。作りは非常に堅牢です。フラッシュメモリーですね。画像処理ソフトやスキャナーのドライバーが入っているものと思われます。そしてこれがスキャナー本体です。カメラレンズが両端についており、片側は補助光を放つ構造のようですね。被写体に影が差すと正常に形状トレースできないため、強めに光を当てて影を消していくものと思われます。そもそもからして、3D スキャナーを何に使うのかという話をしていきましょう。こちらは、過去に制作したマシーン、オーガです。流麗なボディを持つ美しいデザインですが、これに適した RGO パーツを製作するとなると、困ったことが起こります。この形状は、一定の曲率ではなく異なる曲率が複合しており、手作業による寸法計測では、形状データを抽出することが困難です。RC は走行体となるため、この形状にフィットするパーツを製作しないとまともに走れないことが予想されます。ましてや、今回は過去のマシーンよりも高い性能を発揮することが目的ですので、そういった意味でも正確に形状データを得る必要があったのです。そこで、この 3D スキャナーに白羽の矢が立ったというわけですね。手作業では計測困難な形状データでも、光学装置を駆使した3次元的計測であれば、直接形状データを取得することができるといった寸法ですね。ひとまず計測環境を整えていきましょう。三脚をセットして、スキャナーを固定します。電源と通信ラインを配線していきます。下側は USB 3.0 規格の通信用コネクター、上側は電源用コネクタですね。スキャナー側の配線が完了したら、次はターンテーブルをセットアップします。ターンテーブルに通信ケーブルを接続し、スキャナー本体と連結します。これで、スキャナーとターンテーブルは動作連動する状態となりました。PC 側とスキャナーを通信ケーブルで連結した後に、電源を投入します。当スキャナーには電源スイッチが存在しないため、電源プラグ接続の段階で電源投入となります。ターンテーブルに専用の天板をセットして、初期のセットアップは完了です。ソフトウェアのセットアップを行います。ドライバーとソフトウェアは、ハードのセットアップと並行していたため、すでに完了しています。3D スキャナー専用のスキャンソフトを立ち上げて、キャリブレーションを行います。キャリブレーションとは、スキャナーが
被写体を正確に認識できるための環境を整えることですね。スキャナーと被写体の距離、そしてスキャンする空間の照明照度、スキャナーが被写体全体を捉えているかなどの確認を行います。スキャナーの環境が整ったら、今度はターンテーブルを認識させます。映像上の赤い円がターンテーブルです。この状態となると、スキャン時においてターンテーブル上にある被写体だけをスキャンするようソフトウェア側で補正してくれます。ちゃんとスキャンできるのか、性能確認を兼ねて、偶然視界に入ったこの木工用ボンドを被写体としてテストスキャンしてみます。3D スキャナーでは、複数方向による立体物の形状をスキャンすることで、正確なデータを取得することができます。できるだけ多くの情報量を計測できるように立てた状態にして全体のシルエットを認識させます。全体のシルエットをデータ化しました。このままでは被写体の底面形状のデータがないため、今度は横に寝かせて底面の形状データを抽出していきます。底面及び上面の形状データも抽出しました。全体の形状データを収集したら、これらの形状データを一つに統合して、完全な 3D データとして完成させます。複数角度から抽出したデータは、ソフトウェア上で自動補正を行い、一つの立体物として編集されます。すべてのスキャンデータが、一つの立体物として、完全なシルエットを再現できたら、最終的なフォーマットへと出力していきます。当スキャンシステムは、カメラが計測したあらゆる角度の被写体画像を処理して、立体データ化するものとなっています。画像解像度にもよりますが、膨大な画像データを処理しつつ、被写体に混入した光学上のノイズを除去したりしているため、データ生成からフォーマットにかなりの処理を要します。木工用ボンドの形状では、処理に3分ほど要しましたが、オーガはこれよりも複雑な形状であるため、より長い時間を要しそうです。できたみたいですね。完成したモデルは、メッシュと呼ばれる網目状の形状データを、フェイスと呼ばれる表面を成形するためのデータと複合して 3D データ化されます。要するに、骨組みに皮を張った状態ですね。3D データは、3D プリンター用に編集する形式と、モデリングソフト用形式の2つのフォーマットいずれかを選んで保存できます。形状は、かなり忠実に再現できていますね。このクオリティであれば、オーガのパーツもスキャンできそうな気がします。ルプ主がスキャンしたい部分はここです。ボディのテール部分、ブーストポットのカールですね。ここには、電源となるバッテリーを4本搭載する予定ですが、ボディとフィットさせて実装したいため、この部分の形状を正確にデータ化して改造する必要があります。過去のオーガでは、バッテリーボックスを強度限界まで研磨して無理やり収めていました。それでも収まりが良くなく、カウルがボディから浮き上がって見栄えがいまいちでした。バッテリーボックスも結局丸見えですし、今回はこれを何とかしたいと考えています。3D データ化して、CAD 上で改造、3D プリンターで新規パーツとして出力していくのが狙いです。早速スキャンしてみましょう。して、スキャンしたデータがこちらです。なんでこれは？被写体であった実物と形状を比較してみましょう。全体的に形状がぼやっとしてますね。シルエットやエッジなんかもメリハリがなく、徐々に無散していっている感じが見て取れます。あと、被写体とは無関係な形状が出現しており、全体的に画像処理時のノイズが残っています。納得がいかないため、この後も1日かけてスキャンをしましたが、改善されませんでした。部屋の照度を調整してみたり、補助光を導入してみたり、被写体に塗装を施して反射光を抑えてみたりなど、いろいろやってみましたが、なんだ改善しませんでしたね。理由は、全く見当がつきません。解決方法が思いつかなかったので、とりあえず 3D スキャナー作戦は諦めました。なんとか、気合で手書き図面を作成してモデリングを行うことに。次の作業が多く控えているため、スキャナーだけで時間を食っている余裕がありません。サクッととはいきませんでしたが、なんとかモデリングデータを完成させて、いよいよ
シャシー製作の段階に移っていきます。今回は、スキャナーで時間を取られてしまいましたので、パーツ製作のお話はまた次回とさせていただきます。次回はいよいよ 3D プリンターによるパーツ出力と試行錯誤のお話です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございますです。